今回はスズキのバーグマン 400ABS に試乗します。この試乗コースに至るまでに市街地や高速道路などかなりの距離を走ってきましたが、乗った第一印象としてはこのモデルにしかない良さがいくつもあるということです。それについてはおいおいコメントするとして、今日の試乗コースですが、いつも通りこれから峠道を走ってこのモデルのハンドリングやエンジンなど基本的な乗り味を確認し、そして帰りの高速道路では高速巡航性能や回した時のエンジンのフィーリング、そして装備品、良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。ですのでこの試乗レビューも前編後編の2本の動画になると思います。2本の動画を見ていただくことによってこのモデルについてはおおむね理解してもらえると思うので、ぜひご覧ください。それではいつもの峠道を走ってみたいと思います。すぐにスロットルを開けたいところなのですが、今私はあえてゆっくりと走っています。速度はだいたい40キロぐらい。このモデルはタコメーターがついているので回転数がわかるのですが、結構回ってますね。4000回転ぐらい。もう少し速度を落として今だいたい30キロ切るぐらいまで速度を落としましたが、この状態で3400回転ぐらいですかね。ここ最近私も何台かのスクーターを試乗してきていますが、エンジンの存在感の大きさという意味ではこのモデルがピカイチではないかと思います。具体的に言うと、このように低速で走っている時もその 400cc の短気筒らしいトットっていう感覚がライダーにも明確に伝わってきます。ただヤマハの SR のようにドッドッという感じではなく、そこはあくまでもスクーターなのでスムーズさの中にその短気筒らしさが感じられるという、そういったニュアンスですね。車体の方はめちゃくちゃ安定しています。この安定しているという表現に関してはもう小排気量車、このモデルよりもずっとボディが小さな小排気量車とはもうレベルが違うというぐらいで、本当にこのような40キロに満たないような速度で走っていても車体の方はビシッと安定しています。こういった車体であれば街中の安全確認などでも余裕が生まれるでしょうし、こういった優れた車体の安定性というのは安全性にも大きく貢献するのではないかと思います。このように低速で走っていてもこのモデルは結構エンジンの振動といいますか、振動までいかないですね。ちょっとそのエンジンが回転していることによって生じるざらついた感触というのが、特にハンドルバーからグリップあたりから明確に伝わってきます。スクーターというよりもこのフィーリングというのはどちらかというとモーターサイクル、普通のバイクに乗っているような感覚に近いものがあると思わせますが、言ってみれば力強さの演出に一役買っているような気がします。ただスクーターということですので、究極的にスムーズな乗り心地を求めているという方にとっては、もしかしたらちょっとグリップから振動が伝わりすぎかなと感じる場合もあるかもしれません。それでは徐々に速度を上げていきたいと思います。ここから本格的な上り坂が始まります。ここは結構ダラダラと坂道が続いているエリアなのですが、エンジンの方は余裕です。今エンジンの回転数の方は5000回転弱といったところ、エンジンが頑張って回っているなという感触は全くありません。走っている印象としてはエンジンの低回転域を使って粘り強く走っているという感じがするのですが、タコメーターを見ると4500回転から今600回転あたりですから、実際の走っているフィーリングはとてもゆったりしているんですけれども、エンジンの方は意外と中回転域まで回っている。
この辺りのギャップもなんとなく面白いなと思います。こういったスクーターですと、スロットルを開けたときにエンジンがどのようにレスポンスするかというのを重要視している方もいると思いますが、ちょっとやってみます。はい、スロットルをパカッと上げると、おおむね1000回転ぐらいはエンジンの回転数がスッと上がるのですが、その間にも加速は始まっているという印象なので、私がよくコメントしているエンジンの回転数だけがどんどん先に上がってしまって、加速力がなかなかついていかないというスクーターとは一線を画す乗り味であると思います。サイレンサーがちょっと上に向いているので、その関係もあるのでしょうか。スクーターとしてはエンジン音がよく聞こえる方だと思います。そして峠のこちら側は路面状況がいいので少し開けてみていますが、結構速度の乗りもいいです。そして今タコメーターをずっと見ていたのですが、加速している間もだいたいどれぐらいですかね、5500回転ぐらいまではスーッと上がっていくのですが、そこからはあくまでも穏やかに加速感とリンクするようにエンジンの回転数が上昇していくという感じなので、中回転域以降は意外とこのエンジンのそのトルクフルなキャラクターを生かして走っているという印象です。250cc クラスのスクーターと比べても余裕が違うなという感じがします。またこういった余裕というのは、中回転域以降はエンジンの回転数がそれほどやみくもに上がるわけではないという、このエンジンのキャラクター、それによるところも大きいのではないかと思います。ですので先ほども言った通り、速度の乗り自体はいいのですが、このスクーターに乗っていると実はそんなに速度を上げようという気にもならない。この中回転域のエンジンの粘り強さを生かしてあくまでもゆったり走るというのがこのスクーターには似合っているような気がします。あと峠道を走り始めて気づいたことなのですが、スロットルを開けると、当然ですね、テレスコピックフロントフォークなのでフロントがスッと伸びるわけですが、このスクーターの場合はリアも少しスッと持ち上がるような感触があって、この辺りもエンジンの力強さを演出するのに一役買っているような気がします。ちょっと確認してみましょうか。はい、また発信します。はい、そうですね。映像でも捉えられたらいいのですが、どうやら私の感覚だけではなく、実際にもやはりリアがスッと持ち上がっているような感触があります。シャフトドライブ車に乗っているようなリアがスッと持ち上がる感覚、あれに少し似ているのですが、このモデルの場合は、それが先ほども言った通り、エンジンの力強さと、あと人によっては路面に強くタイヤを押し付けているような、そういった感覚にもつながるかもしれません。構造的にこういったフィーリングがあっても全くおかしくないのですが、近年私が試乗したスクーターの中ではこういったリアが少し持ち上がるような感覚というのは、このモデルはかなり強めに出る方だと思います。少し前も別のモデルでコメントしましたが、やはりこういったスクーターでゆったりと峠道を流すというのは、スクーター嫌いな方は別にして、私はとても気分がいいものだなと思います。 CVT なので変速を気にする必要もなく、ゆったりとこういった峠道の景色を楽しみながら、この右手だけで車体をコントロールできるというのも、これもまたスクーターに与えられた一つの魅力ではないかと思います。それにしてもこうしてゆったりと走っていても、冒頭にコメントした通り、エンジンの存在感がこれほどまでに大きいというのはちょっと意外だなと思います。こうして走っているとエンジンの位置もライダーにははっきりと分かりますし、スロットルを開けた時に先ほどもコメントしたこのグリップあたりに豊かに伝わってくるちょっとざらついた感触、これがこのエンジンがトルクフルであるということを少し強調しているような、演出しているような、そんなフィーリングでもあります。はい、それでは U ターンしてみます。
このモデルは排気量に応じてホイールベースもかなり長くなっているのではないかと思います。今、リアブレーキを引きずりながらゆっくりと U ターンしたのですが、路肩のラインをギリギリ割り込んだか割り込まなかったか、そのあたりではなかったかと思います。スロットルはあまり開けていない領域からも扱いやすくトルクが発生するという印象で、U ターンなどの小技もとてもやりやすかったです。スクーターなので外装パーツが大きく大柄に見えるのですが、例えば街中などで U ターンを決めるというような時も、このエンジンであれば慣れてしまえば誰でも簡単にそういったことができるのではないかと思います。先ほど回り込んだコーナーをゆっくりと回ったのですが、若干スタンドをすったかもしれないですね。裏を返せばこのモデルそれぐらい倒しやすいんですよね。これはスカイウェーブ時代から受け継いでいると言って良いかと思いますが、形式としてはアンダーボーンフレームになっていますが、事実上はバケット状のカゴ状のスクーター用のダブルクレードルフレームと呼びたくなるような、そういった構造のフレームを採用しています。また特徴的なのは、これもおそらくスカイウェーブ時代から引き継いだものと思いますが、リアのサスペンションに関してはショックアブソーバーが下側にほぼ水平近くまで寝かせられた状態で搭載されていて、そこにリンク機構を介してこのユニットスイング式のエンジンなどとつながれているという構造になっています。こうして乗っていてもリアのフィーリングがとてもいいなと思います。峠道のこちら側というのは道も結構荒れているのですが、大きなギャップを拾った時もかなりしなやかにショックを吸収してくれているといった感じです。ホイールベースが長いということも大きく貢献しているのではないかと思います。フロントタイヤとリアタイヤが独立して仕事をしているなというのがライダーにも明確に伝わってきていて、またその距離の離れた前輪と後輪のちょうど中間点にライダーが座っているので、大きなギャップを拾った場合もショックの影響を受けにくい、これがこのモデルの乗り心地の良さにつながっていると思います。この辺り結構荒れてるんですけど、こんな感じでリアのサスペンションは本当にしなやか。このモデルに関してはそのユニットスイング式のバネスタ重量の重さに伴うネガな部分っていうのはあまり感じられないですね。全く感じないというのはちょっと言い過ぎだと思いますが、そういった部分を先ほどのリンク式のサスペンションがかなりうまく消し去っているという印象です。こうしてコーナリング中もリアサスペンションの接地感の良さがとてもよく伝わってきます。もともと排気量が大きくボディも大柄ということもあるんだと思いますが、フロントタイヤの接地感が強いというのも大きな美点だと思います。給油口の位置から言ってこのモデルの燃料タンクというのはちょうどこのライダーの足の中間点、この辺りにあるのではないかと思います。膝の前にある左側のこのグローブボックスを開けると、そこにバッテリーと書いた蓋があったので、おそらく重量物の一つであるバッテリーもこのグローブボックスの中、そこに収められているのではないかと思います。重量物をできるだけ前に寄せてフロントタイヤの接地感を稼ごう、スクーター特有のフロントタイヤがふわふわするような感触を抑えようという構造になっているのではないかと思います。スロットルの開け閉めを何度もしているわけですけれども、フロントタイヤの接地感が失われるということはなく、むしろですね、こうして下りを走っているとフロントタイヤが強めに地面にぐりぐりと押し付けられているような感触もあって、安心感が相当大きいと思います。先ほどの加速の時、スロットルを開けた時とは逆で、このリアのブレーキレバーを握るとリアがぐっと沈むのが分かって、これもですね、リアブレーキが効いているなという感触につながっていると思います。またこうしてリアのブレーキレバーを操作してみると、リアブレーキなかなか食いつきもよく本当に効くなと思います。映像からもこのリアブレーキのレバーを握るとリアがぐっと沈むというのが伝わるといいんですけどね。
フロントブレーキは外観をご紹介しているパートでご覧になっていると思いますが、スクーターとしては豪華なダブルディスクブレーキになっています。ですので、このフロントブレーキのレバーを操作するとかなりグーッと効くのかなと思いきや、やはりそこはスクーターということでマイルドに調整されているんだと思います。もちろん実用的な制動力はありますが、強くフロントブレーキを効かせようとすると、それなりにレバーには強めの力を込めなくてはならないといった感じです。ただスクーターの場合は重量物がリアに集中しているので、私はこれで好ましい設定だと思います。またコーナリング中にフロントブレーキを握ってしまうと、車体が起き上がる挙動が強めに出ると思うので、やはりスクーターですからね、私はこういった峠道の走行においてもリアブレーキをメインに使った方が良いのではないかと思います。リアブレーキで足りない部分をフロントで補っていくような、そんな使い方が良いと思います。ステップフロアの前端部に足を投げ出すような感じで車体をホールドしているのですが、実は細かい点なんですが、これがとてもよくできています。こうしてちょっと足を前に投げ出し気味にして前に蹴り出すような力を入れると、このモデルはタンデムシートとライダーズシートの間に結構明確な段差がついていて、なおかつですね、背もたれといいますかね、高さが調節できるそうですけれども、そういったものもついているということで、車体のホールドがめちゃくちゃよくできるんですよね。この辺りについては帰りの高速道路でより詳しくコメントしたいと思います。私が一番印象的だったのはやはりこのエンジンの存在感の大きさ。排気量が 400cc 近くあるので当たり前といえば当たり前ですが、近年これほどエンジンの存在感が大きいスクーターに乗ったことはなかったので、これは一つこのモデルにしかない魅力ではないかと思います。ただ冒頭にコメントした通り、究極的にスムーズな乗り味をスクーターに求めているという方にとっては、若干エンジンの存在感、そしてこのグリップから伝わってくるざらついた感触というのが大きいと感じる方もいるかもしれません。またこのグリップから伝わってくるざらついた感触というのは、こうしてスロットルを開け閉めしても不快な振動というほどではなく、私はこれは一つこのモデルの魅力として捉えるべきではないかと感じました。コストをかけた構造となっているだけあって、リアのサスペンションも私はとても優秀だと思いますし、あと峠道の帰りで試したこの車体のホールド感の良さ、実際に乗ってみると分かる優秀さというのはいかにもスズキらしい部分だなと思います。全体的に私はこのモデルは過敏な装備にコストをかけるのではなく、走りに直結する基本的な部分にコストがかかったモデルではないかと感じました。はい、ということで今日はバーグマン 400ABS でいつもの峠道を走って、その基本的な乗り味を確認してみました。それでは今回試乗したスズキバーグマン 400ABS の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2235mm、全幅は 765mm、全高は 1350mm、ホイールベースは 1580mm、最低地上高は 125mm、シート高は 755mm、装備重量は 218kg、タイヤサイズはフロントが 120/7015 インチ、リアが 150/7013 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 単気筒、ボアストロークは 81mm×77.6mm で、総排気量は 399cc、圧縮比は 10.6 で、最高出力は29馬力6300回転、最大トルクは35ニュートンメーター4900回転です。単気筒ながら2本のイリジウムプラグを持つデュアルスパーク仕様となっており、高い性能を実現しています。またオンオフ可能なトラクションコントロールを装備しています。変速方式は V ベルト式の CVT です。メインフレームはカゴ状に組まれたパイプアンダーボーンで剛性感のある走りを実現。ステップフロアはフラットではありませんが、広々とした設計になっており、足を出す部分を絞り込むことによって良好な足つき性を実現しています。フロントサスペンションは成立タイプのテレスコピックフロントフォーク。
リアはリンク式のモノショックを採用したユニットスイング式となっています。フロントブレーキは油圧式のダブルディスクブレーキ、リアは油圧式のシングルディスクブレーキで、前後 ABS は標準装備、ワイヤー作動式のパーキングブレーキも搭載しています。運転席の眺めはご覧の通りです。メーターは豪華なアナログ式の2眼タイプ。中央部には液晶パネルによる情報表示部分があります。セキュリティ機能としてイモビライザーを採用したほか、キーシリンダーにはシャッターを装備。その左側には大型のパーキングブレーキレバーがあります。ハンドルの下、左右には小物入れがあり、右側には 12V の電源ソケットがあります。ウィンドスクリーンは大型に見えますが、高さは抑えられています。給油口はライダーの足の間にあり、シートを跳ね上げることなく給油が可能。燃料タンク容量は13リットルです。シート形状はご覧の通りで、ライダーズシートのバックレストは高さ調節が可能です。シート下ラゲッジスペースの容量は42リットルで、ヘルメットを1個から2個収納可能です。透過器類はウインカーを除き全て LED 化されています。